システム冷凍、初級編、冷凍に関わる、冷凍してるっていう人はみんなに知ってほしいことだった。冷凍、OK! はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはおすすめの冷凍食品を紹介したり、冷凍に関するいろんな情報をお伝えしている、そんな冷凍チャンネルになっております。今日はですね、特別ゲストをお呼びしております。東京海洋大学特任教授の鈴木徹先生です。どうぞ。どうも、こんにちは。はい、鈴木先生にこの冷凍チャンネルに出ていただきなんて本当にありがとうございます。昔からはい知り合いで、はい、ありがとうございます。冷凍を広めていただいて。改めてご紹介させていただくとですね、本当に冷凍に関する科学的な知見であったり研究も長年やられておりまして、日本で本当代表する冷凍博士っていうふうに呼ばれているという方ですね。一般の方というよりもね、学術の世界で本当に冷凍って何なのかっていうのをずっと研究はしてきましたんで、今日はその一部をご説明できればと思ってやってきました。私自身も冷凍に関してはいろんな情報を発信したりしてるんですけども、鈴木先生から教えていただいた科学的な部分のベースがやっぱあるおかげで専門家としてもやっていけてるなっていうのを感じてるんで光栄です。今日は鈴木先生の研究室をお借りして撮影しているという感じですね。今日は何をやるかと言いますと、システム冷凍初級編ということでやっていきたいと思うんですけども、はい、システム冷凍っていうのは何ですか？システム冷凍っていうのは、よく冷凍の世界では早く冷凍するっていうことばっかりのが取り上げられるんですよね。もちろんそこも大事なんだけれども、それだけじゃないなっていうところをですね、もっと強調したいなと思ってシステム冷凍っていう言葉をですね言い出したんですね。ある素材があっていろいろ加工する、ちょっと冷凍するために少し手を加えたりするんですよね。それ第一段階。その後凍結があるんですよね。これさっき言った急速凍結とかいろんな方法があります。これ凍らした後、この後が問題なんです。実はホームフリージングなんだと、凍らすのは家庭用の冷凍庫なのでいろいろ工夫あるんですけども、次のステップとしてその間置いとくわけですね。次使うまでにその保管の間いろんな変化が起きてしまうんですよね。そこも注意しなきゃいけないと。それから次解凍ですよね。解凍っていう言葉もいろいろあるんだけれども、常温まで戻すとか冷たい状態に戻すぐらいの場合もあるし、その後加熱して食べるようなものだと解凍と調理が一緒になっちゃうっていう場合もあります。そこを一つの塊として考える。それぞれのところが全部重要なんです。一段階一段階それぞれの段階があって、一箇所失敗しちゃったというと品質がゼロになっちゃうんですね。そうすると全部台無しというもうちょっと具体的に言うと、保存してる間に冷凍まではいいですよ。凍結するまでは良かったんだけども、保存してる間に下手してしもしもになっちゃって乾燥しちゃって匂いが出てきちゃう。そしたらもうダメでしょ。解凍する時もそうですよね。解凍でずっといい状態で保存して冷凍も良かったって本当ならいいはずなのに、解凍する時に変な失敗しちゃったっていう、せっかくのものが台無しになっちゃうっていうことなので、セットで考えましょうっていうことを言いたいんですね。みんな凍結のことばっかりを皆さん考えるんですが、本当はシステムとして全体を捉えて、より美味しいものをね最後に食べられる、幸せにハッピーになるっていうのが冷凍の目的なんで。凍結の前後も本当に重要なプロセスがあって、それをいかに適切にするかがやっぱ大事っていうことですね。あともう一つ最後にね、美味しさを目指すっていうことなんですよね。美味しくないと我々食べないですよねっていうことなんですね。美味しくないと栄養分いくらあっても摂取できないわけです。で、食材っていうのはエネルギーをものすごい費やしてる。凍結するのもエネルギー、保存してる間もエネルギー、解凍もエネルギー。エネルギー投入したのにもかかわらず食べれないで廃棄したら、廃棄した後の処理のねエネルギーも SDGs っていう観点からしても美味しさをね目指すっていうことはいいことなんです。そういうことです。冷凍っていう手間をかけてるのに美味しく食べれないっていうのはやっぱもったいないですよね。だからできるだけこの冷凍のシステムをうまく利用して美味しいものをね食べていただきたいっていうことです。このシステム冷凍って考え方は基礎であり、全てでもありとも言えるんで、今日は初級編ではあるんですけども、それでもこれを知ってるかどうかで全然冷凍の仕方、美味しく冷凍を楽しむが変わるっていうことですね。早速ね説明したいと思うんですけど、まず素材、これやっぱすごく大事ですか？私は海洋大学なので水産物結構ウェイトとしてはたくさん扱うんですけれども、水産物っていうのは水揚げしてからですねどんどん変化しちゃうんですよ。いつの段階で冷凍したかによって、もちろんその最終産物の
クオリティ変わりますよね。腐りのかけのものを冷凍したところでそれ以上にはならないんですよね。フレッシュなものを食べたいと思ったらやっぱりフレッシュな状態でフローズンするっていうのが実は重要です。魚とか、野菜ももちろんやっぱ新鮮な方が美味しくて栄養価も高い。そうですね。もちろんよく出てくる例はグリーンピースとかほうれん草とかですかね。ほうれん草も旬の時はすごくビタミンが豊富なんですよね。だけど旬を過ぎちゃうと日照量の関係なんですかね。ビタミンなんかは旬の時の5分の1ぐらいになっちゃうんです。冷凍っていうのは冷凍しとく限りビタミン C の変化って極めて少ないですよね。これ冷凍のねメリットっていうのは西川さんが随分説明されてると思うんですけどね。だからできるだけフレッシュなものをそのままの状態で冷凍しましょう。業務用では枝豆なんかよくね我々よく話するんですが、収穫して 1,2 時間のうちにすぐ処理しないともうどんどん変化しちゃう。家庭ではなかなかそれできないかもしれないですが買ってきたらできるだけ早く冷凍した方がいいっていうことですね。それと原料だけじゃなくて調理品の冷凍ですよね。家庭でもね調理したものをいかに冷凍するっていうことなんですが、この料理の仕方も問題ですよね。冷凍した後に最後ねやっぱり溶かすわけで、それを踏まえた上で完璧に火を通さない、最後にもう一回火を通すので、それを頭に入れた上でちょっと加熱しておくとかね。解凍時の加熱も想定して冷凍の仕方を考えるっていう。枝豆なんかもそうですね。ちょっと固めに茹でておくというような工夫をするだけで冷凍してね長持ちして、で最後にも美味しいなっていうのが食べれる。ちょっとその下処理の話もちょろちょろ出てるんですけど、次が下処理ですね。要は切り方とか今出たブランチングの話とか、そういったことだと思うんですけど、一番私が言いたいのは解凍する時のことを考えて、形ですよね。丸い形とか厚みがあるやつっていうのは凍らす時もそうだけど解凍する時もやっぱりなかなか中心部までいかないっていうことなので、どうしたらいいかというとできるだけ薄くする、前処理として形をね整えるっていうのが非常に重要かなと。それによって全然最後の出来が変わってきちゃうんです。加熱解凍する時は加熱ムラがすごい生まれやすいんで、薄いとかバラバラになってるとかのがいいってことですね。あとは野菜なんかはねよく使われるんですが、西川さんもだいぶ解説してると思うんですけど、ブランチングっていう操作ですよね。固めに軽く茹でる。さっきのねブロッコリーとか枝豆とかそういうことですね。あとはグレージング。これは保存中の乾燥が進行しちゃうので、乾燥させないように凍結する前に表面にですね氷の皮膜を作っちゃうとかね。アサリとかシジミとか丸ごとの魚とかを水に浸して水ごと一緒に冷凍するのがグレージング。それも言い出しっぺ僕なんですけど、グレージングの延長線上なんですよ。グレージングっていうのはエビだとかカニなんかの表面に一回凍らせてからですね、表面に氷の皮膜をバーッと作るっていう、それを面倒くさいから水の中につけちゃえっていうその下処理っていう言葉の中に入るかどうかわかんないんですけども、保存中の変化をその段階であらかじめ予測してですねどういうふうに防止するかっていうそういう考え方ですよね。もちろん保存中むき出しで冷凍したものを保存していくと乾燥して酸化したりとか、なので基本的には初級としてはラップでくるむとかね、表面をラップでくるんで、よければもっと保存袋にこうね、ジッパー付きの保存袋にこう入れておくっていうのがスタンダードな方法ですよね。それをやらずに裸のまま入れちゃうと、そうですすぐ劣化しちゃうんですね。冷凍庫の中っていうのは乾燥してるんですよ。凍ってるのにもかかわらず食材の中の水分が氷なんですけどね、消化しちゃうんです。で消化してなくなっちゃうとどんどん油なんかが酸化しちゃってタンパクにも変化しちゃうっていう現象が起きるので、絶対むき出しはダメですよね。乾燥対策がかなり重要。非常に重要です。ホームフリージングで大概ダメですのはそこです。買ってきたトレーのまま冷凍しちゃう。1日2日はいいんですよ。1週間とか2週間とかなるともうダメです。続いてですね、凍結ですね。業務用では通常急速凍結っていうね、方法が使われてます。装置があります。急速凍結装置っていうのが。通常30分以内にマイナス5度以下にこう持っていくっていうのがね、通常の急速凍結と言われてるんですが、ホームフリージングでできるかっていうと、これがねできる場合とできない場合あるんですよ。実はひき肉やれって言われたら家庭の冷凍庫だって簡単にできますよね。これは熱の伝わりのことが分かってれば簡単なんですよ。
要するに薄く広げればいいんですよね。分厚くすると中心部は例えばね1センチ2センチとかの厚みだったらもう数時間かかっちゃうかな、5ミリぐらいの厚さだったら10分もかかんないぐらいで凍っちゃうかもしれないですよね。やっぱり早い方がいいのはもちろん早い方がいいものと悪いものはあんまりないんですが、それほど影響がないものも結構食材としてたくさんあります。肉なんかはね実はあんまり急速凍結してもそんなに影響ないんですよね実はね。野菜はあんまり影響ないかなっていう気がします野菜の場合はもう冷凍すると、どうしても柔らかくなるんであんまり急速にしても看板で凍らしてもそれほど大きな差がないと思います逆に家庭での話でいくと多少急速にやり方次第できるけどその差よりも素材とか下処理とか解凍方法に力を入れた方が効果は大きいなと思いますね。よくアルミのね板に敷いたらどうだっていう話がたまにありますよね。そうですね。あんまり関係ないっていうかな。どうしてかっていうと、じゃあリンゴをね、アルミのトレイの上に置きました。そこから伝わるのは接点しかないんですよね。点でしか接触してないんですよ。多少速くなるっていうのは、ピタッとくっつくようなもの。だったら効果ある。だからといって、じゃあそれが品質に影響するかっていうと、そこまで気遣う必要ないんじゃないかと。それよりは、やっぱり保管中の変化だとか、解凍の仕方だとかをね、注意した方がいいものが出来上がってくる。ただもう一つハード側、冷凍庫の側から言わせていただくと3分の1ぐらいもうすでに入ってると。そこに例えばご飯を冷凍したいっていうんで熱々のものをねドカーンと入れたとするととんでもないことになるんです。その温度に引っ張られて上がっちゃうんですよ。上がっちゃったものは冷凍庫ってそんなに下げる力がないんですね。外から入ってくる熱、開けた時に入ってくる空気を冷やすためぐらいに18度以下にキープするぐらいの能力しか冷やすパワーがないんですよ。たくさんあって冷え込んでるところにある程度の量のものをちょっと入れるっていうで凍らすっていう分にはいいんですけどね、大量にガーッと入れるっていうのはちょっとやめた方がいいと思います機種によっては今急速凍結ができる部屋、別の部屋があったりもするんでそういう機能はあるには越したことないっていうのはあると思います。続いては保存、冷凍の本質は長く持たせるってことなので目的はねここでものすごいいろんな変化が起きるわけです。実はカチカチになったら凍ってるっていうふうに考えちゃう人が多いんですよね確かにカチカチは凍ってるんですがマイナス5度でもマイナス温度になってくると硬くなってくるわけですよね、マイナス20度とマイナス5度カチカチはあんまり変わらなかったりするんですけども、全然その食材の中のものの状態って違うんですよ、ある物質の状態が違うんです。動きやすいっていうかな、凍ったものっていうのは食材の中の氷ができてるんですけどね、氷以外のものはまだ凍ってないんですよ。タンパク質とかでんぷんとかね、あるんですけどそれがまだ水を持ってて水分抱えててその分はカチッとなってないのね、ムニムニ動いてるっていうことは反応するんですよ、でそれがマイナス5度とマイナス10度マイナス20度だと全然その反応するスピードが違うんですよ。なので温度は上げないっていうことね、保存してる間によく開け閉めあるいは取り出して時間置いちゃって温度がちょっと上がっちゃったくなったっていうこれね良くないですねだから一回凍らせたら保存してる間はできるだけ温度をキープしたい。でそのためにはどうしたらかっていうと断熱するってことなんですよ、いろいろテクニックあるんですが冷凍庫の中にびっちり入れるとかね、大事なものは断熱袋。必ず冷凍庫の中って温度変動するので、それは食材に伝わらないようにプチプチとか銀色のこの袋ありますよね、断熱の袋、ああいったものに入れて置いとくっていうのが、温度がこう変化しないっていうかな、っていうのは一つですね。温度が上がるといろんな反応が進行するって話しましたけれども、それだけじゃなくてですね、急速凍結してちっちゃな氷作りましょうっていう話をねよく言ってるじゃないですか。あれも一回急速凍結してすっごいね細かな氷になったんだけど、温度が上がると氷大きくなっちゃうんですよ。どんどん保管中にも氷が大きくなってるんですね。そう一番分かりやすいのはアイスクリームを温度変動でね温度上げちゃうともうジャリジャリになっちゃうんですね、せっかく滑らかな口触りのいいものがザクザクの氷なんです。あとは冷凍されたものをむき出しでそのまま入れちゃダメだっていう話を先ほどしましたけど、パッケージしましょうっていう話しました。パッケージングしたからといってそれで OK っていうわけじゃないんですよ、冷凍庫内の温度が変動すると何が起きるかっていうとですね、パッケージングの内側で凍った食材
から氷が昇華するんですね。水蒸気になって袋の内側とか食品のねとんがったところに氷として出てくるんですよ。これが霜。温度差が大きいほど温度が上がるとそれがブワーッと出てって、温度がまた下がるとそれが霜になる。で霜になったものはもう食べ物には戻らない。これをリピートするとどんどん霜が溜まっていくというね、あれは食材が乾燥してるっていうもう証拠なんです。いくら本当に例えば真空パックして保存してても、その温度の上がり下がりが頻繁に起きてるとやっぱできます。それを防ぐにはどうしたらいいかっていうと、温度の変化をできるだけ小さくするっていうことですね。基本的には冷凍庫、家庭用の場合はそのマイナス18度 C 以下、まあそれ前提にして話なんですけど、言われてるけど、それがやっぱ扉の開け閉めとかでマイナス5度とか、マイナス10度とか、やっぱそこでもちょっと温度が上がるだけでも影響が大きい。ほんの2度ぐらいでもね、1週間とか2週間とかで結構蒸発してくるんですよね。非常にセンシティブ。1日ぐらいだったらその2度の差って大したことないのが、そうそれが2週間ねぐらい経つと、もうそれとあと霜取りっていうのが機能があるんですよ、家庭の冷凍庫に。庫内には見えないんですが、冷凍庫の後ろ側の中にですね、霜取り装置っていうのがあるんですよね。冷やすところにどんどん霜が溜まるので、それを1回溶かさないと性能が落ちちゃうんですよね。なので1日に1回とか、まあ設定によっては1日2回とかね、あるんですよね。その霜取りの時に温度上がっちゃうんですよ。それが庫内がマイナス10度ぐらいまでバーンと上がっちゃうんです。でそこの時にどうしても劣化。ユーザー側として何ができるかっていうと、庫内の温度が変化しても食材パッケージングに及ばないように、やっぱり断熱しとくっていうね、これが我々が取り入れる最大の方法ですよね。守りの対処法です。ある程度冷凍食品とか食材を詰め込んでおく保冷効果を保つっていうのも、それも大事ですよね。大事ですね。いわゆる冷凍したら日持ちするとか美味しさがキープできるとか言われてるんですけど、それってその温度が逸脱を何回も繰り返してるとそのメリットもやっぱり得られない。そうですね。それと今袋の中でも乾燥するっていう話しましたけど、それがいかに悪いか、食材にとって乾燥するっていうのは食材にとって最悪なんですよ。食べ物っていうのは水によっていろんなことがね保護されてるんですよね。油むき出しになるともう酸素とすぐね結合するわけだけど、氷でもね水が存在するっていうことは油に対して酸素がこう漂ってきてもねこうブロックしてくれてるんですよね。お肌もそうでしょ。みずみずしいと痒くもならないし、ばい菌も入ってこないんですよ。で乾燥すると来るわけで微生物もね、酸素もやっぱりそうなんですよ。タンパク質もそうです。タンパク質って水があって初めて正常な状態なんですよね。でところが乾燥しちゃうとタンパク質正常じゃいらなくなっちゃうんですよ。でそうすると挙句色が変わったりとか、臭い匂いが出てきたりとかね。もうそうなったら食べられないんですよ。水が守ってくれてるってことですね。そういうこと。食べた時になんかパサついてるなとかって感じるだけじゃないってことですね。全然じゃあ次ですね、最後になりますが、解凍ですね。解凍も凍結の研究は盛んに行われてたんですが、解凍に関してねあんまり、ちゃんとしたその研究なかったんですよね。でも現実にいろいろ経験した中でマグロですね、やっぱりね。マグロの冷凍の策っていうのがあるんですが、すごいいいマグロですよ。色も綺麗なんです。解凍法間違うと、とんでもない食べられないものになっちゃうんですよね。そうですね。一番ダメなのは流水。生もんですから水道水ねジャーとかこう流して解凍しようとすると色が変わっちゃったりとかね、ドリップいっぱい出ちゃったりとかいう現象。流水で解凍するっていうことで表面温度はずっと流水の温度なんですよ。熱の伝わり方っていうのは外からこう温めるじゃない、そうすると表面にまず熱が伝わってそれが内部にこう伝わってくるんですよ。そうするとプラスの25度とか26度のね、それをずっとジュー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 流してると表面はずっとその温度になる。もうとんでもない変化を起きるんです。色悪くなって臭みも出てきちゃう。なので冷たい水でこう解凍しましょう。いきなり水つけちゃうとふやけちゃうのでパッケージングちょっと入れてね、でそれを氷水みたいなところにつけてあげるとすごいいい状態だよね。氷水解凍とか言いますけど、それをやると素晴らしいお刺身に戻るんですよ。実際やって経験した結果、解凍ってすごい重要だな。本当にいいマグロなんですよ。保存もいいんですよ。はい、最高の状態なのに。解凍のね、ちょっとした違いでしょ。それで運命のさ、食べれないか、美味しく食べれるかっていう差が出てくるんですね。もちろん電子レンジでこれね、お刺身やったら 98% ぐらいで失敗ですよね。解凍方法一つで
すごいクオリティのいい状態に戻る場合ともうとんでもない状態になるっていうね、事例ですね。特に生ものね、果物もそうだし、そういったものを考えると温度を上げて解凍するっていうのは良くないと。特に生の状態に戻す時には、温度は低い方が、できるだけ低い温度で解凍するっていうのが基本原則だなっていうところは分かってきますね。じゃあ低い温度でいいかっていうと、低い温度でもじわじわ反応はいろんな反応、酵素の反応も進行するわけですよね。ゆっくりなんだけどね。だからそこは冷蔵庫で解凍すると時間かかるんですよ。冷たい水の中でこう解凍するっていうのは冷蔵庫で解凍するのの10分の1ぐらいの時間で済んじゃうんですね。というのは熱の伝わり方が空気は悪いんですね。よく説明に使うのはサウナですよね。100度のサウナは入れますよね。だけど100度のお湯には入れないんですよね。大やけどするんですけど、これ熱の伝わりが違うからなんですよ。解凍でも温度が低くてスピードも速いっていうメリットがそうなんですね。氷水にあるんですね。あとはね、肉なんかもね、最終的にクッキングして食べるように、これは常温に戻してから加熱するっていう必要性はあんまりないような気がするんですよ。常温に戻すことによっていろんなデメリットが、例えば電子レンジでじゃあ常温に戻そうとしても縮んじゃったりして白っぽくなっちゃったりしてドリップが出ちゃったりするんですよね。だったらいきなり焼くなりね、炒めるなりした方がいいんじゃないのっていう、一気にクッキングしちゃった方が解凍の途中のデメリットはなくなるんですよね。最大表結晶生成温度帯と常温の温帯を一気に通過できるっていう意味で加熱解凍は結構優れてると。解凍する時もマイナス5度ぐらいとかね、ぐらいのところは氷がまた再結晶しちゃって、大きくなる温度帯なんですけど、そこはまあできるだけ早く通過させて、それからプラスの20度から30度ぐらいのこの嫌な温度帯なんですよね。酵素が働いたりとか微生物働いたりとか、そういう反応が進行しやすい温度で、そこを一気にクッキングしちゃうってことは、そこを通過しますけど短時間で通過するんですよ。そういった解凍を使ってあげるといいものはいいように戻ると。お肉を加熱解凍しようと思ったらやっぱその薄さとかフライパンに当たりやすい形にする必要があるんですね。そうですね。ひき肉の話を最初にしましたけど、ブロック状にね、丸いお団子に作っちゃいました。これ解凍するの大変なんですよ。そうですね。薄切り肉も解凍して使おうとするとまず使えないですね。そうですね。電子レンジでやった日にはなんかよくわからない汁がいっぱい出てくるし、いきなりクッキングかっつってお湯の中入れたら表面が煮えて硬くなっちゃうんですね。薄く平らにしてればフライパンで凍ったまま両面焼けるってことですね。解凍の時の便利さっていうのを考えると、凍結の前に薄くできるだけ薄くしてですね、凍結しとくと。そうすると薄いとパキッとかも割れますし、小分けもできるし、すごくいいですよね。そうですね。解凍する時の温度差がそのものでできちゃうっていうのが悪いですよね。表面ばっかり加熱されて、で中心部はなかなか加熱されないっていうね、そういう状態が起きると何をやってんだか分かんなくなっちゃう。解凍はやっぱり表面から始まるから、結局はその厚みがあるってことがやっぱ悪さのね原因なんですね。根本原因ですね。電子レンジの話をするとまたすぐちょっと別なんですけどね、電子レンジはね。なかなか電子レンジの解凍っていうのはね、科学的にも謎なところが多くて難しいですよ。凍ったご飯を解凍するときは、僕の場合はね固めてラップで冷凍するっていうのを言ってるんだけど、電子レンジで解凍するときはあちあちまでしないんでね、少しほぐれるぐらい、まだ凍ってるでもほぐれるぐらいのボロボロってなるんですよ。パラパラなんですよ、本当に。その状態でご飯をお椀に盛って、それからもう一回チンしてやるとふわっとなるっていうね。ラップにくるんでそのままあちあちまで持っていくと、ラップ自体がシュリンクしてきて、ご飯がこうさらに圧迫されて団子みたいになっちゃうんですね。それをほぐそうとしてもほぐれないみたいなね。工夫することによっていい状態に戻すことができるっていうのもありますよね。販売されてる冷凍食品は電子レンジ対応が多いんで、やっぱりメーカーさんもそこに研究をすごくしてますよね。そうですね。なかなかフライものが一番難しくて、エビフライなんかはどうしてもね、衣に内部から電子レンジで解凍すると、内部から発熱して水分が蒸発するんですよね。でそれが衣にこう移行して、で衣が柔らかくなっちゃうっていうかな、しなしなになっちゃうっていうのがね問題で、各社メーカーさんがもうね
昔からね、はい。20年前ぐらいからはい。必死でやってんだけど、なかなか解決しないっていう。はで、唐揚げもそうですよね。い。そうですね。唐揚げも本当はパリッとしたね、うんサクサクな唐揚げ食べたいんだけど、冷凍食品のサクサクはないですよね。どうしてもしっとりしっとり系のが多いですよね。一部のメーカーさんは、とんかつのサクサクのやつなんかをね、衣がサクサクっていうのを売り出したりもしてますけど、あれもね、加熱しすぎるとふにゃふにゃになっちゃうんでね。そうですね。中心部がそんなにあちあちにならないレベルで止めてあげると、水蒸気が出ていかないんだよね。そういう時は、なんか割と表面のね、衣がサクサクみたいな。カイト、センシティブだよね。すごく。トースターも使っていいよってなれば、そう。すごく楽になるんですけど。それ言います ?YouTube だから言えるんだよ。もちろん、言っていいんですよ。解凍方法も電子レンジだけって制限しちゃうと。限定すると狭まるし、トースターとか、フライパンを使うとか、ちょっと調理法を足すだけでも全然変わるってことですね。これは普遍的な方法ないと思うんですよ。その食材、どういう料理にするかによって、いろいろ工夫の余地があって、まだ自分の中では整理できてないんですが、すごいね、バラエティあると思う。そうですよね。ということでね、今、トータル的にシステムレートの話をお伺いしましたけども、やっぱこれをシステムでトータルで考えるってことが大事なんですね。一個だけ考えても一個だけ考えてもダメ。凍結だけ考えてもダメ。じゃあパッケージングをね、ちゃんとしたからもう OK でしょって言っても解凍失敗したらダメってね。関連してんだよね、全部ね。解凍する時もどんな形でやったらいいのかとかね。じゃあパッケージングは変なパッケージングしたら解凍しづらいとかいうのもあるし、そこバランス取りながら考えて自分なりに工夫するっていうのかな。ここが楽しみでもあるんじゃないかなっていう気がするんだよね。そうですね。まだまだ冷凍のこの世界はね、発見がいっぱいある。そうですね。と思います。冷凍したものを美味しく食べるっていう手段がこんだけいっぱい考えるところはあるってことですよね。そうですね。それが家庭でのホームフリージングもそうですし、冷凍食品の商品開発でも同じく活かせるっていう、全て100点にするって考えよりは、どれも0点ではなくて、どれも平均的にしましょうってことが大事ですよね。全体バランスを考えた時にトータルの得点を良くしていくっていうのが大事かなっていう気がします。結構組み合わせ次第なんで、そこがすごく大事ですね。そうですね。食材の特性に応じてね、それぞれのその重点を置くべきポイントっていうのが変わってくるんですよ。今日のね、システムのその入門編みたいなところなんですが、こういう考え方があるんだっていうことは、世の中に浸透していただけるといいなっていうのが私の希望で、なかなかテレビとかね、メディアでは切り張りでしか説明できないので、こういう機会を与えていただいてね、本当にありがとうございます。本当このシステム冷凍、冷凍に関わる、冷凍してるっていう人はみんなに知ってほしいことだったんで、今日は良かったなと思います。また続けて頑張ってください。はい、ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 TK。バイバイ。バイバイ。